こんにちは、のりチャンネルです。この夏は帯状疱疹にかかってしまいました。えも言われぬ痛さです。さて今日は北欧3週間の旅費についてお話ししたいと思います。夫婦で車中泊の旅、おいくらだったでしょうか。まずは旅費の大部分を占める移動費から。航空券は検索サイトのスカイスキャナーで一番安いチケットを選びました。関空ストックホルム単純往復で12万8640円、エアチャイナで1人6万4320円でした。レンタカーはエイビスでステーションワゴンを指定して19日間8万575円でした。ガソリン代は4200キロ相当して4万7929円。ストックホルムの渋滞税とノルウェーのオートパスで有料道路代は9352円でした。ノルウェーのフィヨルドを渡るフェリーに2回乗って3597円。スウェーデン・フィンランド間をフェリーで往復して1万8994円。車1台と人2人、部屋もついてこの値段です。ストックホルムからフィンランドのトゥルクへ行くコースはたまに目玉商品が出るので狙い目です。以上で交通費の合計は28万9087円になりました。これは旅費の 70% を占めていますが、航空券を1人6万円台、スウェーデン・フィンランド間のフェリーを2万円以下に抑えられたのが大きく節約できたポイントになります。次は宿泊費です。ブッキング .com から当日予約しました。一度だけ Google マップからも予約しました。ホテルに6泊して4万1098円。車中泊は12泊、船に泊まったのは1泊、もちろん0円です。というわけで宿泊費はホテル代のみ4万1098円でした。次に食費です。外食はとっても高いのでほぼ IKEA で済ませました。1万4449円。あとはスーパーで買ったものを自炊して3万4621円。食費の合計は4万9070円になりました。街を歩いたり絶景を見たりで観光にあまりお金をかけていませんが、オスロの美術館とフィンランドサウナで9786円、その他ガスボンベとかSIMカードで5168円。個人的な出費になりますが、お土産代で1万3700円。以上、旅費はこのようになりました。さあ、合計はいくらでしょうか。40万7909円。そしてここからブッキング .com のキャンペーンやタックスリファウンドで5255円返ってきました。バスキングの収入が3時間ほどで4826円ありました。バスキングというのは路上パフォーマンスなので収入を得ることです。みんなに話しかけられてとっても楽しかったです。結局支払った旅費は39万7828円。1人20万円を切ってしまいました。3カ国で4200キロを走りました。北欧は見どころが離れているので移動が大変です。車中泊はしやすかったです。ちょうど白夜で一晩中明るいので危険な感じはしませんでした。キャンピングカーが多かったですが、改造したバンで旅行している人たちにも会いました。フィンランドとノルウェーは24時間のトイレがあってとても車中泊しやすかったです。特にフィンランドは公衆サウナがあるので楽勝でした。さて、
この旅を今するとどれくらいになるか計算してみました。航空チケットをスカイスキャナーで検索したら、やはりエアチャイナが一番安くて1人10万円ほど。レンタカーを同じ条件で検索したら4万円も値上がりしていました。ガソリンはリッター280円で計算して6万4800円。73円値上がりして、フィンランドだけユーロ高で300円台に突入です。タリンクシリアラインのホームページから同じ条件で検索して3万5076円でした。これは来年の6月の価格になります。宿泊費以下残りの費用は現在の為替に変換してみました。ユーロのみ 20% の値上げになっています。なので物価上昇を鑑みて総額に 20% をかけて算出しました。さて総額はいくらになったでしょうか。1人30万円といったところでしょうか。5年前の 1.5 倍です。でももしこんな旅がしたいなと思ったらぜひ今行ってください。だって今が一番若いんですから、後悔のないようにしたいですね。帯状疱疹になって毎日ゾンビのように暮らしています。人生何が起こるかわからないということを身をもって経験してしまいました。皆様もお気をつけくださいませ。では、バイバイ。